グクテテの愛称で呼ばれるテテとジョングクは、一番年齢が近いこともあり、とっても仲良し。そのビジュアルの良さでコンビで推しているファンも多いですよね。今回は、そんなテテとジョングクの ILY サインとは、秘密の関係に迫る、をお届けします。この2人には、おなじみのハンドサインがあり、ステージ上でも番組の収録中にもところ構わず披露していました。とてもほっこりするシーンばかりなので、ぜひ最後まで見てみてくださいね。グループペアでも人気の高いグクテテ。グクテテとは、テテとジョングクがとても仲がいいことから、ファンの間で呼ばれ出した愛称のこと。BTS メンバーの中でも、この2人は人気ナンバーワンとナンバー2であることもあり、今や世界中からグクテテは注目の的です。テテは毎年発表される世界で最もハンサムな顔で常にランクインしており、1位を獲得したこともあるほどイケメン。しかし、中身は突拍子もない発言や行動で周りを驚かせるほどの不思議ちゃんで、そのギャップに惹かれるファンも多いのです。ジョングクは黄金マンネと呼ばれており、歌、ダンス、ビジュアルすべてにおいてパーフェクト。そんなアイドルとして完璧な上に、性格は謙虚で礼儀が正しいところも彼の魅力の一つですよね。そんなグクテテには他のメンバーのペアからは感じることができない独特な雰囲気とビジュアルの良さが相まってとても魅力的。二人が寄り添って寝ている姿やコンサート中にハグをしている姿を見ると思わず胸キュンしてしまう方も多いのでは？このような姿を初めて見る方からは、もしかしてイチャイチャしているの？と思われてしまいがちですが、テテとジョングクの間ではいつものことで仲の良い証拠なのです。ILY サインとは？グクテテは頻繁に行っているって本当？テテとジョングクは ILY サインを送り合っているというのはご存知でしょうか？ ILY サインとは I love you を意味したハンドサインで、Boy with Love のエンディングでジョングクがしているサインのことです。この ILY サインをテテとジョングクはステージ上でも送り合っていると言われており、最近では2021年に出演したレイトショーでバターを歌唱中にその姿がキャッチされました。ステージの後ろで観客を煽っているテテに向かってジョングクが ILY サイン。それを見たテテは自分の胸を押さえるジェスチャーをし、そのサインに気づいた様子がうかがえました。ちなみにこの ILY サインは最近に始まったことではなく、以前から2人の間ではおなじみのハンドサインだったようで、2017年3月12日にチリで開催されたコンサートでテテがジョングクへ送っていましたよね。その非体力の限界でフラフラになりながらパフォーマンスしていたジョングク。それを気遣うようにテテが後ろで ILY サインをし、ジョングクがその手にそっと触れていたのです。テテとジョングクにとって ILY サインは愛情表現でもあり、相手を励ます時にも出すサインだということが分かりましたよね。他にもグクテテだけのハンドサイン。ILY サインの他にもテテとジョングクだけのおなじみのサインがあります。最近では韓国の音楽授賞式2021 The Fact Music Awards で久しぶりそのハンドシェイクを見ることができました。今回出演した2021 The Fact Music Awards で4回連続大賞を受賞し、その他にリスナーズチョイス賞、今年のアーティスト賞、U プラスアイドルライブ人気賞、ファン&スター最多得票賞、歌手部門の計5部門を受賞する大偉業を成し遂げた BTS。その授賞式で他のメンバーがコメントをしている最中にテンションが上がってしまいハンドシェイクを連発してしまっていたテテとジョングク。久しぶりに2人のハンドシェイクを見ることができてとても嬉しかったですよね。しかし2人のハンドシェイクは年々変化しているようで、以前はハンドシェイクに他の多数のポーズもプラスされておりなかなかハード。今までに何パターンものハンドシェイクをしてきたテテとジョングクですが、過去の動画を見てみると
今回2021ザ・ファクトミュージックアワーズ披露したのは短めだということがわかりますよね。仲良さそうにハンドシェイクを楽しんでいる姿を見て癒された方も多いのではないでしょうか。そしてテテとジョングクだけではなく、ジンとジョングクにも2人だけのハンドシェイクがあり、こちらは別の意味でハードなのです。それはお互いに頭を叩き合った後に頭突き、首を叩き、足を蹴り合うなどとっても独特。メンバーはそれを見ていつも爆笑していますが、初めてこのハンドシェイクを見た時は喧嘩しているのではと思ったほどです。イチャイチャだけじゃない。インザスープで真剣に話し合う時も、デビュー当時からいつもふざけ合って楽しそうに絡んでいるテテとジョングクでしたが、2020年頃には不仲説が出るほどファンたちが2人の距離を感じたのだとか。テテは以前この当時のことをインタビューで燃え尽き症候群だったことを語っており、2020年あたりに収録されたバラエティ番組ラン BTS では笑顔が少なく元気がない姿が多かったですよね。そんな中 BTS のリアリティ番組インザスープが公開され、その5話と6話でテテとジョングクが真剣な表情で話しているシーンが映し出されていたのです。テテが俺たちあまりゆっくりと話したことなかったよなと話し始めると、ジョングクが最近何を考えているのと質問。テテは目の前にアーミーがいなくて愛されている確信が持てなくて不安が高まっていたと、コロナ禍で無観客の収録になってしまい寂しさが募っていると答えました。すると、うまくやっていると思うよ。僕はファンに会える時までいろいろな姿を見せれるように努力している。V さんもそう考えてみてと、愛してくれているファンたちに少しでも成長した姿を見せようよとテテを励ましていたジョングク。今回ジョングクと昔話や少し真面目な話をすることができ、テテの顔が少し明るくなったように感じましたよね。インザスープ内のインタビューでジョングクがお互い大人になって少しぎこちなくなっていたので、先に近寄ってきてくれてよかった。昔と全く同じ感じではないんですが、それでも少し戻ったような気がしましたと語っていました。このようにテテとジョングクは不仲だったわけではなく、大人に成長していくうちにデビュー当時とは少し関係性が変わっていたのかもしれませんね。そして今回テテがきっかけを作ったことで、その見えない壁がなくなったのではないでしょうか。今回インザスープでのテテとジョングクのやりとりを見て、改めて BTS の絆の強さを感じることができました。ついあやふやにしてしまいそうなことを見過ごさず、メンバー同士で解決するのはとても大切ですが難しいことですよね。それがデビュー8年目を迎えた今でもできているということはさすがとしか言いようがありません。まとめ、いかがでしたでしょうか。今回はテテとジョングクの ILY サインとは秘密の関係に迫るをご紹介しました。グクテテの愛称で呼ばれている2人には他のメンバーが入ることができない独特の世界を持っていることが分かりました。お互い大人になっても今まで通りいい関係でいてほしいと願うばかりです。